トゥトゥーン、トゥトゥーン。ガンダムのビームライフルの作り方。こんにちは、コスプレイヤーの逆屋だよ。今回は機動戦士ガンダムに登場する RX78 ガンダムのビームライフルを作ってみました。ここの部分は稼働するようになってて、作中のようにこういう風な構えたポーズも再現できます。それでは早速ガンダム造形レディーゴー。 COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。 COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。COS ボードのパーツに後ほど芯材となる棒を入れるのですが、その位置を型紙を使ってまずはマーキングします。マーキングをもとに溝を作っていきます。軽くまずは切れ目を入れます。そして力を加えて湾曲させてカッターで削り落としていき、溝を作っていきます。溝ができました。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。この棒にさらにもう一本棒を埋め込む予定ですので、ニッパーを使って小さい穴を開けておきます。細めの園芸用の棒をノコギリで切ります。これは中がグラスファイバーという素材なので、ノコギリじゃないと切れません。先ほど開けた穴に細い方の棒を差し込んで瞬間接着剤で接着します。そして溝に瞬間接着剤を塗って先ほどまで作った棒を仕込みます。ちなみに細い方の棒もホームセンターや100均で買えます。ここからはしばらく瞬間接着剤を使って COS ボードのパーツをひたすら接着していく作業となります。瞬間接着剤をたくさん使いますが、100均のもので OK だよ。パーツさえ切り出してしまえば本当に接着が中心となってまさにガンプラを作るような感じですので、どなたでも気軽にチャレンジしてもらえるんじゃないかなと思います。ここ最近ガンプラが品薄でなかなか思うように手に入らないと思いますが、その代わりにこういう造形をやってみてはどうでしょう。作り応えがあって楽しいですよ。何枚もの COS ボードのパーツを貼り合わせているので、横から見ると断面が目立ちます。なので薄く切った COS ボードを貼り付けて断面を見えないようにしています。これはあくまで見栄えの問題だけなので、そんなに細かいところまで気にしないという方は、ここまでやらなくてもいいかなと思います。ここからは、ちょっと接着がしづらいようなパーツを接着していきます。こういった接着の際には、瞬間接着剤と合わせて、アルテコスプレーという瞬間接着剤の硬化スプレーを使っています。この硬化スプレーを使うと、すぐに固まるので、非常に作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売ってます。アルテコの硬化スプレーは化け物かと言いたくなるぐらい本当に便利ですので、ぜひ皆さんも使ってみてね。引き続きパーツを接着していきます。ところどころアルテコスプレーも使っています。しばらく接着作業の繰り返しなのでちょっと余談になるんですが、最近動画のコメントで久しぶりに見に来ましたっていうようなコメントをちょくちょくもらいます。久しぶりってことはしばらく見てくれてはなかったと思うんですけど、全然気にせず、どんどん見に来てくださいね。まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんな嬉しいことはないって感じで僕のチャンネルにぜひ帰ってきてもらえればなと思います。ハンダゴテの熱で筋を彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで売ってます。煙が出ることがありますが、吸わないようにしてください。換気の良い場所で作業してください。やけどにも注意してね。
というわけで、ボディはこれで組み立て完了です。逆用がガンダムの動画は他にもあります。ハイパーバズーカの動画、ジームスナイパー2のスナイパーライフルといった感じでありますので、よければ他の動画も見てってくださいね。ハンドル部を組み立てます。まずは COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。ハンドルを横に握っているシーンとかもあるので、それを再現するために、まずはネオジム磁石を接着します。ネオジム磁石は100均やホームセンターで買えます。接着は瞬間接着剤で OK です。対応するボディの位置にもネオジム磁石を接着します。こんな感じで稼働するようになりました。スコープみたいなパーツの部分を組み立てていきます。まずは COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着していきます。スコープなのか何なのかよくわかんないですけど、とりあえず便宜上スコープとしておきます。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。切った水道のパイプに薄い COS ボードを瞬間接着剤で接着します。先ほど組み立てていた箱状パーツに穴が開いてますので、そこに差し込んで接着しておきます。そしてスコープの本体部とでも言えばいいんですかね。オレンジ色の部分のパーツを組み立てて接着していきます。とにかくひたすら接着が続くので、まさにプラモデルを作っているような気分になりますね。というわけで組み立て完了です。バレルを組み上げていきます。これもひたすら接着するだけですね。接着していく最中にミスったりとかもあるんですけど、細かいことは気にしなくていいです。そんなパーツ修正してやるっていう感じで切ったり貼ったりして直せばいいので、ぜひみんな気軽にチャレンジしてみてください。これで組み立て作業完了です。次は塗装に行きまーす。逆用が動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずは全体をラッカースプレーで灰色に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきたものを使ってます。オレンジ色の部分だけ塗り分けるためにマスキングテープを貼り付けます。マスキングテープはホームセンターで売ってます。エアブラシを使ってオレンジ色に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。道具の性能の違いが仕上がりの決定的さではないということを教えておきます。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗装が一段落したので、バラバラだった3つのパーツを1つに接着します。3つを1つに。ジェットスルイームアタックを思い出しますね。ピカピカだと味気ないので、黒をうっすらとくぼんだ部分などに吹き込んでいって、陰影をつけていきます。こうすると立体感が出て全体的にとても引き締まった感じになりますので、エアブラシ持っている方はぜひ試してみてください。見せてもらおうか。逆ヨガの造形のテクニックとやろうと皆さんお思いでしょうが、逆ヨガは伊達じゃないというわけで完成です。全長は100センチ、重量は500グラムとなっております。制作時間は15時間、材料費の目安は2500円となっております。動画の内容に関して何か質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。というわけで今回はガンダムのビームライフルの作り方でした。今回の動画を見て僕が一番 COS ボードをうまく使えるんだと思った人もいるかもしれませんが、そういった方はぜひ作ってみてくださいね。よろしければチャンネル登録お願いします。
それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。次の動画でお会いしましょう。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。